ご神君。一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。神より金光大臣に尽きぬおかげを話にしてくだされてあるのだから、よく話を聞き、守ることが信心になることで、おかげを受けて体で表し、真心、信心で人に伝えていくのが信心である。教祖様の生きられ方を実意をもって習うことです。ここでは教祖様の生きられ方を実意をもって習うことですと師匠は教えてくださいます。これは師匠に対しても同じようなことが言えるのではないでしょうかね。いわば師匠の生きられ方を実意をもって習うことです。今お勇みをいただきましたね。ドンと大きな音がいたしました。まさにその通りだとおっしゃってくださったような感じがいたしますね。その師匠の生きられ方、その一つが今朝いただきますのは、本当からより本当という生き方だと思いますね。師匠の信心の一つの特徴は、それこそ限りない追求。今の本当から、今の本当は絶対だと。しかし、もっとより本当がある。そのより本当のことを求めていかれた。求め続けられた。そこに限りない精進が生まれてきて、そしてその限りない精進にまた限りないおかげが伴ってきたということではないでしょうかね。その本当からより本当を求めていかれたというところ、今の本当に安住するというのでしょうか、とどまってはおられなかったのですね。しかしその時点では本当ですから、そのことを絶対としていかれますけれども、その次にはまたそのより本当のことを、これは師匠がそれを求められ、それに応じて神様がより本当のことを示してくださるということですね。その例えば右に行けと、左に行けと、この道をまっすぐ行って、そして今度は右に曲がれと、神様がお声を持ってというのでしょうか、そういう具体的に示してくださるということもありましょうけれども、師匠の場合、愛楽の場合の特徴は、神様が言わんとされることを何か心に感じるというのでしょうかね。師匠の見教えの中に、すみれ積む子に野の道とえば、わしの行く手を花で指すですか、そういうお歌ですか、見教えがありますね。これがその特徴を表しておるように思いますね。さあどっちに行ったらいいでしょうかと問うたときに、右にがいいですよ、左がいいですよと、その直接ご返事をくださることもあれば、そうでないこともある。むしろそうでないことの方が多いのではないでしょうかね。そしてそれをただ口で右だ左だとか言ったり、指で指したりというのではなく、鼻で刺されるというところがミソだと思いますね。ある意味奥ゆかしいというのか、ある意味何が何やらわからない、こちらの方がよほど用心していなければどちらに進んでいいのかわからないといったようなところがあるかもしれませんね。アンテナも立てていなければならないわけですね。
そしてその花で指してくださるわけですから、直接右だ左だとはおっしゃらないわけですから、ああ、こっちの方向なんだなと、こちらの方が指していかなければならないところもあるようですね。その神様が私どもを本当からより本当の世界へと導いてくださる。しかもそれを口で指図をされるというわけではなく、花をもって指してくださる。示してくださる。それは結局、成り行きをもって神様が私どもの行く手を指してくださる。こちらの方がいいよと。本当からより本当の信心はこうだよと。その神様が指してくださるその花というのでしょうかね。それを私どもがキャッチしていかなければならない。やっぱりここに神経を研ぎ澄ましてというのでしょうか。アンテナをしっかり立てて、さあ神様は次の信心をどう教えてくださるのだろうか。どちらの方向に行けと導いてくださるのだろうか。と、その成り行きをしっかり願わなければならない。そしてその願うからにはその成り行きを大切にする。尊んでいく。尊び大切にさせていただく。そこに神様が本当からより本当の信心を教えてくださる。ということになるのではないでしょうかね。それは師匠の信心の一大特徴が、神様が成り行きの中に成り行きをもって行く手を指し示してくださる、導いてくださるというところにあると思いますね。ためには私どもが本当からより本当の信心を目指して進んでいきませんと、もうここでいいとか、この辺でもうよかろうと言ったのでは、そのせっかく神様が示してくださる道が無駄になってしまいますからね。神様が示してくださる成り行きをもってお示しくださるその方角をしっかり見極めて歩ませていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。